おはようございます。こんにちは、こんばんは。どうも、豆柴もちチャンネルです。この前の動画でもちは右後ろ足の膝がちょっと痛そうな感じでもちがちょっと激しすぎる。おい、もち、おいで。めちゃくちゃ元気そうです彼は今右膝を怪我していそうな感じの状態でした。いそうな感じと言ったのも、右膝がずっと家の中で浮いていたりでケンケンしてるようなことがあったので、もしかしたら何か捻挫とか脱臼とかしてるんじゃないかっていうので病院で、何度か検査を受けていたんですけども、しばらく様子を見ようということで、脱臼とか骨折であればこんなに元気に歩き回ることはできないんで動画の意図とは外れるぐらい元気がいいな。めちゃくちゃ元気やもんな、散歩中とかさ全然普通に歩くやん。そうそうそう、ルンルンで歩いてるから。右足を軸におしっこしたりとかさ、そう家の中では痛がってるけど持病じゃないのかっていうので、しばらく様子を見てたわけなんだけど、そうです。やっぱお家ではもうケンケン歩きがすごい、もうなんかエスカレートしてるよなみたいな部分があって、こんな元気やけどこんな元気やねんけど、やっぱフローリングって滑りやすいからさ、それが原因でくじいたんかなとかも思ってさ、だからクッションフロアっていう洗面所とかさ、トイレに用敷いてるようなやつがあって、うち賃貸マンションやからがっつり仕組みみたいなのができるんだけど、両面テープでなんかあんまくっつかんようにフローリングにへばりつけてるんですね。それでやったらちょっとマシになるかなってやってるけど、なかなかちょっとマシにはなってるかもせえへんけど、気持ちやんな。目に見えて変わった感じではない。まずお座り、お座り、おいこうそうお座り、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 癖じゃないで3ヶ月ぐらいな様子見て、なかなかやっぱ右足ずっと上がってたから、さすがになんかようわからん怪我とかしてたら怖いなと思って、セカンドオピニオンということで違う病院に行って見てもらいました。お散歩友達の紹介でずっと通ってるけど、親切やし、お値段も良心的やし、相談乗ってくれると思うよって教えてもらって、パパに行ってもらったよな。そう行ったら分かると思うねんけど、ほんまにドクターコトーみたいな町の診療所みたいな、行って入って「すいません足見てほしいんですけど、入ってください」って言って、そのまま中までさ、なんかカルテ書くのがあるやんか。そんなもんなかった？あんなもんなしに「いきなりじゃあこっち来てください」言って、診察台までバーって行って、ほんでもちのな両膝持ってグーってくるくるって触って「膝蓋骨脱臼です」って。なんかこう膝を俺でやったらこうやこうやでこうやって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 膝をブルブルってほんなら、この子はやっぱ普通のワンちゃんで動きやすいですって言って病院に入ってすぐにはいはいはいみたいな感じでなったから、ちょっと感動して、すごいな。だってずっと通ってる病院ではそういう診断名はつけてもらえんかったんやな。なんか診断名がつけてもらえへんっていうか、でも脱臼ではないっていう風にも言ってて、いや全然そこの病院なめっちゃいい先生やからさ、そんなやぶ医者とか全然そんなんじゃないねん。ワンちゃんのことを一生懸命めっちゃやってくれる先生やからさ、いい先生やねんけど結構慎重に言ってくれてた部分がありつつ、片や一瞬でそれを見抜いた先生が逆にすげえなっていう。そうそうそう、ありがたい。でも私たちにはそれが欲しかったよね。そう、でも両方信頼できる先生やからそうなんよな、どっちがどうっていうわけじゃないもんな。そう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 、やっぱ信頼できる先生でもに見てもらってても、もう一個違うところ見てもらうっていうのがなんかありだなっていう。確かにセカンドオピニオンの良さを実感した。顎ほんで痛み止め打ってもらって、でも言うたら痛み止めとかって結局その膝が外れた時の痛みを和らげるだけやから、言うたらごまかしてるだけみたいな。これだけは聞いてよかったなっていうのは、激しい運動したらあかんっていうふうに思ってたから、例えば捻挫とかさ、骨折とかさ、ヘルニアとか階段上り下りとかさ、
どっから取れてってめっちゃ走らしたらさ余計に膝悪くなるんちゃうかったから、あんまり激しい運動せん方がええなっていうのもあったけど、そういうのあんまり激しい運動したらダメなんですかみたいな感じで言ったら、太る方が良くないんですみたいな。へえ、なるほどね。どっちかというと筋肉つけた方がええみたいな感じで、人間と一緒や。だから症状さえはっきり分かってたら、まあ、はっきり分かる上でもな、ワンちゃんがさ「膝痛いね」みたいな「こういう時痛いね」なんかおかしいねみたいな言わへんやん。言わへんな。なあ、俺は大体分かんねんけどさ「手秒を使ってろ手秒を使ってろ手秒を使ってろ」お前や一回持ちに謝って。こっちごめん遅いよ。そういい子だから室外骨脱臼って分かったら別に運動させて大丈夫っていうのかはまあはっきり俺は言われへんけど、まあ、太らさんことが大事言ってたから、ある程度の運動は結構やった方がいい。よかった。YouTube チャンネルであんまり敵だと思うから、そうやね。アンチコメント書かれる。そうやね。承認欲求の強い投稿者とか言われるからご飯とかでそういう軟骨に癒すとかあるんですか言うたら、人間が飲むサプリメントがさ、コンドロイチン、コンドロイチンの何やったっけ。このコンビニに売ってる DHC のコンドロイチン。ただな、これちょっと気になるのは糖類が入ってんねん。なるほどね。還元水飴。甘かったよな、一回食べた。そうだから人間が食べるようやからちょっと食べやすいように甘みのやつが入ってるから毎日あげるのはちょっとやめようって思って、人間の半分ぐらいだったっけ、確かあげる量。そう、これだから1日、3粒かな。1日摂取3粒やから、まあ、半分にもいってない。2日に1粒あげてる。このおやつもらったのりやったら食べるかな。頑張れ。いけいけ。飲んだな。はい、上手。おやつあげよう、おやつ。もち、おやつ。なあ。もち、おいで、おやつ食べる。もち、おいで。早っ。おい、どこが。しっかり右足ついてるわ、後ろに。もちでもめっちゃ食ってんねん、これ。アンチコメントやめて